こんにちは。お久しぶりです。白石です。今回はマシン創造伝渡るに登場する、龍神丸を作っていきたいと思います。いやー、まさかこの時代に渡るが復活するとは思ってもみませんでした。マシン英雄伝の大ファンとしては嬉しいことですね。さて、それでは令和最新コンテンツである、龍神丸の箱の中身をチェックしていきたいと思います。はい。こちらが今回作る龍神丸になります。箱の中身はランナーが4枚と、説明書が1枚だけ入っているという非常にシンプルなものになります。それにしてもこの龍神丸、シールが入っていないのはすごいですね。ガンプラのエントリーグレードもそうですが、最新のキットというだけあって色分けは全て成型色で完結しています。はい。箱の中身を確認して、パーツの破損や欠品がなかったので、龍神丸を組み立てていきます。今回はタミヤの薄刃ニッパーを使用して、龍神丸を組み立てました。さて、この龍神丸、ランナーの枚数が4枚ということもあって、全体的にも中割りの構造で、合わせ目が各所に出ています。キットのコンセプトを考えれば仕方がありませんが、少し気になりますね。はい。龍神丸の組み立てが完了しました。これは、かっこいいじゃない。私は昔の龍神丸が好きすぎて、新しい龍神丸の見た目はいまいちかなと、思っていたのですが、実際に最新龍神丸を手に取ってみると、悪くないどころかかなりかっこいい。若干スタイリッシュになった龍神丸もいいもんですね。さて、組み立てたままでも十分かっこいい龍神丸ですが、個人的に気になる部分がいくつかあります。今回はこの気になる部分を改造し、塗装をしてよりかっこいい龍神丸を作ってみたいと思います。それでは龍神丸の改造を始めていきたいと思います。まずは龍神丸の型についている、龍の後はめ加工を行いたいと思います。はじめにガンダムマーカーを使用して、パーツの加工部分に、目印を書き込んでいきます。目印は反対側のパーツにもしっかり書き込みましょう。マーカーで印を書き込むことができたら、ニッパーを使用して、ジョイント部分に切り込みを入れていきます。印を越えて切れ込みを入れると修正が大変なので、ここは慎重に作業しましょう。ニッパーを使用してジョイントに切れ込みを入れたら、彫刻刀を使用して、ニッパーで取り除くことができなかった部分を、しっかりと取り除いていきます。王子ジョイントの一部を切り取り、C 字状に加工することができたら後はめ加工は完了です。これで合わせ目消しを行った後に塗装作業がしやすくなりました。まあ、この作業は塗装をしないのであればやる必要はあまりないと思います。続いて龍神丸の各所にある、合わせ目を消していきたいと思います。合わせ目消しに使用する道具は、クレオスのミスターセメント SP。この接着剤を合わせ目にたっぷりと流し込み、接着剤がプラスチックを溶かすまで40秒程度時間を置きます。接着剤を溶して時間を置いたら、パーツ同士を思いっきり貼り合わせます。この時、合わせ目から溶けたプラスチックがむにっとはみ出てきたら、合わせ目消しは成功です。接着剤を使って作業した後は、最低でも1日乾燥させましょう。接着剤が乾燥したら、合わせ目からはみ出たプラスチックを削っていきます。まずは彫刻刀やデザインナイフを使用して、はみ出たプラスチックを大まかに削っていくのですが、今回は合わせ目部分が若干段落ちモールドのようになっており、うまく合わせ目が消えませんでした。ということで、瞬間接着剤を使用して、完全に消しきれなかった合わせ目を消していきたいと思います。爪楊枝などの先端が細い棒を使用して、ピンポイントで接着剤を盛り、接着剤が乾燥したら、はみ出たプラスチックを削る要領で、接着剤を大まかに削っていきます。大まかに接着剤とプラスチックを削ることができたら、鉄ヤスリと紙ヤスリを使用して、パーツの表面が綺麗になるように仕上げていきます。パーツの合わせ目が綺麗に消えたら作業は終了です。画像では合わせ目が消えていないように見えますが、合わせ目に透明な瞬間接着剤が詰まっているだけなので気にしないでください。続いて龍神丸の足を改造したいと思います。
改造箇所は足の裏で、完成時には見えない部分ですが、気になって仕方がないので手を加えていきましょう。まずは爪の後はめ加工を行います。作業は簡単で、パーツについているピンを、ニッパーで切り落とし、ヤスリを使って、切断面を整えるだけで、パーツを取り外しできるようになります。続いて足裏の隙間を埋めていきます。まずはデザインナイフを使用して、パーツにカンナ掛けを行い、角を落としてへこみを作ります。パーツのへこみを作ることができたら、瞬間接着剤を、隙間に流し込んでいきます。この作業はパテでもいいのですが、つけと乾燥時間が気になるので、今回は接着剤で隙間を埋めてみました。瞬間接着剤が乾燥したら、リューターを使用して一気に接着剤を削っていきます。瞬間接着剤はかなり硬く、手作業で削ると時間がかかるので、電動工具があれば作業が楽ですね。リューターを使用して大まかに接着剤を削ったら、紙やすりを使用して、パーツの表面をきれいに整えていきます。パーツの表面がきれいになったら足裏の隙間埋めは完了です。続いて、爪の肉抜き穴を処理していきます。まずは、アルミホイルを用意して、爪の肉抜き穴に詰めていきます。肉抜き穴にアルミホイルを詰めることで、後から使用するパテの量を節約でき、模型の軽量化もできるという、一石二鳥の作業ですね。アルミホイルを爪に詰めることができたら、エポキシパテを、パーツの肉抜き穴に持っていきます。この作業では、常食スティックや、スパチュラなどの道具があれば、作業がはかどると思います。まあ、最終的に指を使っていますけど、肉抜き穴に持ったパテが乾燥したら、デザインナイフを使用して、大まかにパテを切り取っていきます。デザインナイフを使用してパテを切り取ることができたら、リューターを使用して一気にパテを削っていきます。このパテを一気に削る作業では、目の粗いリューターのビットを使用した方が作業効率がいいですね。リューターを使用してパテを削ることができたら、ヤスリを使用して、リューターを使用して荒れたパテとパーツの表面をきれいに整えます。ヤスリ掛けを行い、パテとパーツの表面がきれいになったら、龍神丸側部の改造は完了です。この改造は足の裏で立たせて飾る際には全く見えませんが、ここまで手を加えると達成感がありますね。続いて龍神丸の細かい改造を行います。まずは龍神丸の背中に開いている穴を塞ぎます。この穴は組み替えで遊ぶ用の穴なのですが、私は使わないので、見栄え重視で塞いでしまいます。龍神丸の背中に開いている穴を塞ぐのに使用するものは、組み立て時に出たランナーの端材です。このランナーを穴に差し込み、ニッパーを使用して、適当な長さにランナーをカットします。ランナーの長さは穴に少しくぼみができるくらいがいいかも。穴にランナーを差し込み、いい感じのくぼみを作ることができたら、瞬間接着剤を、背中の穴に盛るように塗布します。この時、接着剤の中に気泡が入ることがあるので、必ず取り除いておきましょう。穴に塗布した接着剤が乾燥したら、ヤスリを使用して、接着剤を削っていきます。接着剤を削り、パーツの表面とつらい位置になったら、背中の穴埋め作業は完了です。続いて各パーツの丸まっている部分を、シャープに尖らせていきたいと思います。シャープ化の作業には、デザインナイフを使用していきます。パーツの根元から先端にかけてナイフを動かし、鉛筆を削る要領でパーツの先端を尖らせていきます。この段階では、しっかり先端を尖らせる必要はなく、ある程度尖れば OK です。大まかにパーツの先端を尖らせることができたら、紙やすりを使用して、パーツの先端を鋭く、トゲトゲに仕上げていきましょう。このシャープ化を気になる部分すべてに行えば、龍神丸に行うすべての改造作業は終了になります。はい。こちらが改造作業が終了した龍神丸になります。いやー、結構作業量がありましたね。改造は大変ですが、個人的にはこれくらい作業量がある方が楽しい。合わせ目を消す作業が好きなんですよ。さて、余談はさておき。各部の合わせ目消しや肉抜き穴処理、そしてシャープ化を行いましたが、この段階で手直しが必要な部分がないかを確認し、
何も問題がないようであればサーフェイサーを吹きましょう。今回は、割といい感じ？はい。龍神丸にサーフェイサーを吹きました。龍神丸の武器である、ボウガンのシャープ化が甘い仕上がりですが、完成後はあんまり見ない部分だと思うので、多少甘くてもいいかな？そして肝心の合わせ目消し部分ですが、瞬間接着剤で修正をしたおかげで、合わせ目はバッチリ綺麗に消えています。この状態であれば塗装作業に入ることができますね。サフ状態の龍神丸を確認して、特に問題がなかったので、塗装作業に入りたいと思います。塗装を行う前には、使用する道具を一式、手の届くところに用意しておきましょう。それでは塗装作業を始めたいと思います。まずはパーツの裏側を黒く塗装していきます。この塗装に使用した塗料は、タミヤのナトーブラック。このパーツの裏側を黒く塗る作業は、完成時の奥行きや立体感を出すことができる、効果的な塗装なので、ぜひやっておきたい作業ですね。続いて白色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、シタデルカラーベース、コラックスホワイトです。この白色は少し暗い色味なのですが、隠蔽力が抜群に高いので、筆塗りをするのであればマストな塗料だと個人的に思っています。白色の塗装は本当に大変ですよね。続いて青色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのガンダムブルー。龍神丸はモビルスーツではありませんが、ガンダムブルーの色合いがぴったりだと感じたので、今回はガンダムブルーで龍神丸を塗装してみました。この塗料は寒色でありながら、そこまで隠蔽力が高くないので、綺麗な色になるまで何度も塗装を繰り返していきましょう。続いて赤色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのモンザレットです。この塗料は赤色なのにもかかわらず、なかなか隠蔽力が高く、少ない塗装回数で綺麗に発色してくれる塗料です。赤色といえばモンザレットというほどの定番色なので、龍神丸にも無難な赤をチョイスして塗装してみました。続いて金色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、タミヤのゴールドリーフです。この塗料は隠蔽力が高く、暗い下地でも綺麗に発色してくれるので、ストレスフリーで塗装できますね。隠蔽力が高い塗料の作業はささっと仕上げてしまいましょう。続いて暗い灰色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、タミヤのジャーマングレーです。この塗料は主に関節に使用する定番色ですね。龍神丸の関節の色はジャーマングレーよりも少し明るい色ですが、定番色のジャーマングレーをチョイスして塗装してみました。はい。龍神丸の基本塗装が終了しました。この段階ではみ出している箇所を修正したり、塗り忘れている部分の塗装を済ませましょう。しっかりと問題を修正することができたら、龍神丸に光沢のトップコートを拭いていきます。トップコートを拭くことで、墨入れ作業が効率よく行えますので、割と必須の工程ですね。はい。龍神丸に拭いたトップコートが乾燥したら、墨入れを行っていきます。今回墨入れに使用したのは、タミヤの墨入れ用塗料ブラックです。龍神丸はデフォルメの効いた SD 体型なので、濃い色の墨入れ塗料がよく映えます。ということで今回は調色した塗料ではなく、既製品の塗料を使用して墨入れを行いました。墨入れ塗料による墨入れが一段落したら、タミヤのエナメル塗料、フラットブラックを使用して、パーツの一部を塗りつぶしていきます。この塗装は墨入れ塗料でもできるのですが、しっかりとした塗料を使用した方が出来栄えがいいので、多少面倒ですがエナメル塗料を用意して塗装をしましょう。墨入れを行った塗料が乾燥したら、エナメル溶剤と綿棒を使用して、モールドからはみ出ている塗料を拭き取ります。トップコートを拭いていますが、強くこすると塗装した塗料が取れてしまうので、あまり力を入れないで丁寧に、はみ出たエナメル塗料だけ落としましょう。パーツの塗料をきれいに拭き取ることができたら、龍神丸の塗装と墨入れは終了です。はい。塗装作業が終了したので、龍神丸に最後の仕上げを行いたいと思います。
まずは改造時に後はめ加工を行ったパーツを取り付けます。この作業は無理やり取り付けようとするとパーツが割れるので、丁寧に、少しずつパーツを取り付けていきます。今回はなんとか壊れずに済みました。続いて龍神丸の目と頭部のセンサーにホイールシールを貼っていきます。今回龍神丸に貼るホイールシールは100均で購入したものになります。ホイールシールを適当な長さに切り出し、目とセンサーにシールを貼ります。そのままではかなりはみ出している状態なので、デザインナイフを使用して、目とセンサーの形に沿ってシールをカットしていきます。綺麗にシールを貼ることができたら、龍神丸に行うすべての作業は完了です。それでは完成した龍神丸をご覧ください。はい。こちらが完成した、マシン創造電話タル版、龍神丸になります。これは、かっこいいじゃない。元のキットの完成度が高いので、改造や塗装をしても違いがわかりづらいですが、よく見るとパーツの先端が尖っていたり、金色が成型色よりもキラキラしていたりと、全体の雰囲気が結構かっこよくなっています。まあ、なかなかいい感じに仕上がったんじゃないかな？はい。龍神丸に闘竜剣を持たせてみました。アニメで印象的な、頭部から剣を振り下ろすポーズをしたかったのですが、塗装をしてしまったのでこのポーズが限界です。ちょっと動かすと塗装が剥げてしまいます。さて、それでは今回の作業で失敗したところの話をしたいと思います。今回は失敗というか大変手を焼いた作業がありまして、それはプラ板を使ったシャープ化作業です。動画ではデザインナイフでパーツの先端を削る作業を紹介しましたが、大体の部分はプラ板を使って先端を尖らせました。では、なぜプラ板を使った作業動画がないのか。それはプラ板が異常なほどポロポロ取れて、作業が2、3日進まなかったからなのだ。ポロポロ取れるプラ板に辟易してしまい、動画を撮るのをやめた結果、デザインナイフを使用した作業しか紹介できなかったわけですね。今回の龍神丸はこれまで以上に先端が脆いので、扱いには神経を使う模型になってしまいました。といったところでしょうか。それでは最後に、龍神丸作ってみた。最後までご視聴いただきありがとうございました。現在この龍神丸は定価を割った価格で販売されており、非常に入手しやすいキットです。そして模型の基本である、合わせ目消しや肉抜き穴の処理など、改造の練習をするのにぴったりなキットだと思います。安く手に入るうちにぜひ購入してみてください。では、今回はここまで。今後も模型の制作動画を投稿していきますので、チャンネル登録をして次回の動画をお待ちいただけると幸いです。それでは、さよなら。